なんか色々書いてたらとっちらかったので、シンプルに書き直すぞイヤホンレビュー。今日紹介するのは、ムーンドロップ中に、アルミニウムマグネシウム合金振動板という、聞き慣れない振動板を採用した、10mm ダイナミックドライバーを搭載する、ムーンドロップの低価格商品だ。このムーンドロップ中2とハウジングを共有する、同じく、10mm サイズのダイナミックドライバーを採用した、ムーンドロップランや、中2の前身となる、同じハウジングと同じ 10mm ダイナミックドライバーを採用した、中と地のつながりを感じられる、面白いラインナップの中に配置された一本だな。ベースになった中からは大きくパワーアップしつつ、価格はそれほど上がってない。このモデルの前任だった、ムーンドロップ中は、リケーブルができなかったんだけど、中には要望の多かったリケーブルに対応。ただ、中からのステップアップにはあまりお勧めできない。初代中は 10mm の、チタンコート振動板を採用していた。これは、国内でも採用例が多かった、バランスの良い振動板で、ボーカル、伴奏、歪みのないベースなど、一通りの万能性を持ち、2000年代中盤の国内良作低価格モデルにも多く採用されていた振動板だ。一方、今回のアルミニウムマグネシウム合金振動板は、採用例が少ない。なんで少ないのか、と思ってたけど、聞いてみたら納得だ。アルミニウムマグネシウム合金振動板、かなり癖が強い。もうちょっとお金を積むと、より汎用性のある、ベリリウムメッキ振動板を採用した、ムーンドロップランが存在するので、中には、それらの王道路線から、あえて外した一本にしたんだと思われる。中じゃない名前で出した方が良かったかも。かなり挑戦的な一本になってるからな。とはいえ、外装部分は良好だ。10mm ダイナミックドライバーを搭載しているのに、すごくコンパクトなアルミニウム合金製の外装。アルミニウム系素材を使ったイヤホンは、中国の高質感なイヤホンの定番で、音色にも大きな印象を与える。樹脂製の外装を採用した機種に対して、残響が硬質で、反応の良いイヤホンになりやすい。内部空間がコンパクトに仕上がっていれば、よりこの傾向は強く、ムーンドロップの現行低価格シリーズは、このアルミニウム系外装を採用しているため、ソリッドで反応の良い、現代高音質録音に、余計な重みを与えない外装を採用しているわけだ。それ以前は重量のある、亜鉛系合金を採用していた SSR なんかに比べると、同じ系統のドライバーを採用したランがシャープでキレの良い音になっているあたりからも、この系統の外装の有効性がわかる。中には、中と同じデザインを採用していて、装着感の面でも非常に優秀だ。小さくて軽いことは、誰の耳にも良いことだからな。また、初代中と異なり、リケーブルで面白さが広がっているのもありがたい。初代は優等生的な音だけど、中には刺激的なサウンドに仕上げられているので、より挑戦的なケーブルと組み合わせても、あえて中2の特性をおとなしくする組み合わせをしても良い。標準的な 6mm くらいの軸径を持つノズルも、イヤピ選びに有効だな。付属ケーブルも普通に取り回せる。使用感の面では、変な癖がなく、満点だ。変な癖がすごいのは音質の方だからな。ぶっちゃけ、中には攻めまくりの音だと思う。と入っても、2010年代くらいまでによく出ていた、高音域が無茶しまくってて刺さるようなサウンドのイヤホン、というわけじゃない。もっと狙ってやりたい放題やってる。中2に採用されている、アルミニウムマグネシウム合金振動板。そもそもこれを採用した時点で、万人受けするイヤホンを作る気がなかったのかもしれない。この振動板、かなり鋭い音が出る。刺激的で、中高音域をカリカリに表現することに軸足を置いている。10mm ダイナミックドライバーって、低音域の深みなんかにもかなり期待できるサイズなんだけど、中2は実は 7mm くらいしかないんじゃないか、と疑うくらいに、明らかに高音域に寄せたイヤホンだ。同じ 10mm で、振動板素材の異なるランと比べても、明らかにベースからサブベースあたりの深みは少ない。出てないってことはないんだけど、違和感を感じない程度に出してる感じだな。また、アルミニウム外装による、残響感の少なさもかなり印象に残る。このイヤホン、音の出だしも終わりもやたらピシャッと止まるので、デジタル音源というか、8ビットみたいなジャンルに有効なんじゃないか？これ？もちろん、それ以外の音楽でも、感触一辺倒の、かなり特殊な鳴り方が楽しめる。ボーカル帯もドライかつクールに表現されるので、中のようなオウムさを期待していると、正反対な印象を受けるだろう。かなり野心的なイヤホンだけど、従来ファンの求めているものとは違う感じ。実際、僕も従来のムーンドロップを聞いていて、もうちょっとウォームな音もこなせるだろう、と期待してたんだけど、そんな期待や従来の傾向をガン無視してめちゃくちゃキンキンカリカリのサウンドに仕上がってるな。
音色のバランスは、中高音域が主体で、高音域は刺さるような音はないけれど、かなり金属質で、全体的に音は軽めだ。未音系、というか、かなりきつめのサウンド。曲によって相性が多く、あくまで、セカンド。いや、サードくらいのイヤホンとしての選択肢だな。空間表現は、感触系イヤホンの常で、位置関係がわかりやすく、かつ天井がなく広い、残響が少ないので、周囲に壁を感じないんだよな。面白いイヤホンには違いないんだけど、結構人を選ぶ機種でもある。特に、このブランドが、安牌をいくつか世の中に送り出しているから、余計にその印象が強いな。君にとって、お気に入りになるかは、完全に未知数だ。だけど、感触系かつ、中高音重視、感触系一通か感触の化身レベルなんだけど、サブベースなどは臨場感を感じる最小限で良い。って人には、十分な選択肢になるんじゃないかな？イコライザーを組み合わせてより増強したりすると、大変なことになりそうだ。3D エフェクトとかでも高音域が攻撃的になりまくるので、基本的にはノーイコライザの効果で聞くのが良いだろう。と、こんなところだな。間違いなくポテンシャルはあるし、他のイヤホンがやってないことをやってる機種ではあるんだけど、何分性癖が特殊すぎて、カリカリのサウンドを求めている人、エイジング前のイヤホンの、刺激的な中高音域が好きな人なんかには、めちゃくちゃ刺さりそうな音な反面、誰にでもおすすめだ、とは、口が裂けても言えない、結構実験的なイヤホンだと思う。ムーンドロップ自体、日本のユーザーには、多く愛される製品なんだけど、たまにはこういう冒頭剛速球があってもいいと思うんだ。でも1台目にはランをおすすめするぞ。と、いったところで今回はここまで。